皆さんこんばんは、さちです。今回はリニューアルしたネイルホリックを使ってインスタでリクエストが多かったべっ甲ネイルをやっていきます。奥行き感がとっても可愛いデザインです。そしてデザインに入る前にちょっとだけお知らせ。私が愛用しているシーブスのネイルオイルですが、今開催中の楽天スーパーセールで使える特別クーポンを発行してもらえることになりました。出先で使うなら持ち運びに便利なハケペンタイプ。乾燥が気になった時にさっと手軽に塗れちゃいます。お家でのケアにはスポイトタイプ。寝る前に爪の裏側に一滴垂らしておくだけで爪周りがしっとりして手元が綺麗に見えます。裏側に垂らすと根元の方にも流れてくるのでマッサージしながらなじませてください。さらっとしていて全然ベタつかないし、ほんのり香るホワイトリリーの香りに癒されちゃいますよ。特別クーポンは先着50名様限定です。前回はクーポンがあっという間になくなってしまったので、気になった方はお早めに。概要欄のリンクからクーポンゲットできます。オイルについてはこちらのケア動画でもご紹介してますので、参考にしてみてくださいね。それではデザインに入ります。スタート。ベースコートはロム&のハートナー01番を使いました。まずはネイルホリックの BR309 番を人差し指と小指に塗ります。メインにあるべっ甲デザインは乾燥時間が少ないのでサブの方を先に塗っておきます。こちらはもともとある既存色なのでハケが細いですが、最近リニューアルしたカラーはラウンド平筆に変わってます。一度塗り目はムラになってもいいので、根元の際やサイドなどのライン取りを意識して塗ってください。乾かしている間にダイソーのホイールをつけていきます。ジャンコードはこちらです。使う分を少し出して細かくしておきます。糊代わりにベースコートを使います。ホイールをつけたい部分にベースコートを薄く塗ってピンセットを使ってホイールをつけていきます。すごく薄くてピタッと密着してくれるのでポリッシュでも使いやすいアイテムです。ホイールをつけたら指でトントンとすると綺麗に密着してくれます。くの字をイメージしてつけるとバランスよく仕上がります。中指と薬指にも同じようにホイールをつけていきます。まずは大きめのホイールからつけて、その周りに小さめのをつけてバランスを取るのがおすすめです。乾燥時間は取らずに次に進みます。ネイルホリックの BR012K を使います。ハケ先に少しだけ液を取ってホイールをつけたあたりに塗ります。ホイールが全部隠れないように重ならない部分も少し残しつつ、くの字をイメージして重ねてください。濃い部分と薄い部分ができるように濃淡をつけながら塗ります。透け感のある発色なので濃さの調整がしやすいです。色味的には去年のべっ甲ネイルに使ったロム&のアンバーを少しだけ濃くしたような発色です。皮膚についたので拭き取ります。中指と薬指も同じように塗っていきます。ロム&のポリッシュが廃盤になってから同じような色味のブラウンを探していたのですが、ネイルホリックから似たようなカラーが出て嬉しすぎました。オレンジ味のあるべっ甲ブラウンが他にはなかなかないので、このブラウンは絶対買いですよ。中指と薬指を塗っている間に最初に塗った親指は乾いているので乾燥時間は取らずに次に進みます。BR309 番とベースコートのキャップを開けておきます。ペーパーパレットも用意してください。
BR309 番をパレットに少し出して、ベースコートのハケを軽くしごいてから、ハケの先端にブラウンを少しだけ取ります。先ほどブラウンを塗ったところに重ねていきます。最初にブラウンを塗った範囲すべてに重ねるのではなく、濃くしたい部分だけに重ねてください。根元の際の部分と中間あたりと爪先の3箇所くらいに重ねます。ここでも最初につけたホイールが隠れすぎないように注意してください。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。中指と薬指も同じように重ねていきます。普段はカラーとベースコートを混ぜて塗ることが多いですが、今回は混ぜるのではなく、ハケの先端にカラーを取るだけ。ブラウンをそのままのハケで塗ってしまうと濃くなりすぎちゃうので、ベースコートのハケに少しずつ取って塗ると濃さの調整がしやすいです。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。もう一度 BR012K を使います。カラーが乾いたら BR012K を全体に重ね塗りします。全体に重ねることで最初につけたホイールが奥でキラッとして凝ったような印象に仕上がります。根元が少し濡れていなかったので塗り足します。中指と薬指も同じように全体に重ね塗りします。ムラになっても全く気にしなくて大丈夫です。人差し指と小指は2度塗り目を塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。セリア AC ネイルの010番を使います。キラッとさせたい部分に010番を薄く重ねます。びっしりではなく散らすように塗ってください。中指と薬指も同じように部分的に重ねていきます。ホイールが奥でキラッとして表面ではラメが輝くのでさらに奥行き感が増します。人差し指と小指は縦ラインを描いていきます。描くといっても中心部分にライン状にラメを置いていくだけです。これだけですごくおしゃれに見えませんか？爪を縦長に見せてくれる簡単アレンジです。ラメを塗ったら3分くらい乾かします。仕上げのトップコートはキャンメイクのジェルボリュームトップコートを使います。初めて買ってみましたが、思ってたよりもツヤが綺麗でカラーの縮みがなく使いやすいです。いつもはネイリストを使ってますが、ネイリストはカラーをしっかり乾かしておかないと縮むことがあります。キャンメイクを塗った後にいつものネイリストを重ねると縮みを防止しつつツヤ感も増すので、縮みが気になる方はダブル使いをお試しください。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。べっ甲ネイルの完成です。べっ甲飴のようなチュルンとしたツヤ感がすごく綺麗ですよね。このブラウンやっぱり可愛い。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。難しい作業はないから利き手にも簡単に塗れちゃいます。秋のフットネイルにも映えるデザインだと思います。ぜひ真似っこしてみてくださいね。次回はお仕事におすすめなシンプルなデザインをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。